外の天気同様、ロビーも灰色に曇っていた。設計者の思考によるものか、このエントランスは電灯を可能な限り排除していた。天井は2階まで吹き抜け、明かりになるのはその高い天井にある窓から差し込む日光と月光だけだ。雨の日は夜明け前のようにほの暗く。ごめんなさいね。月のない夜は冷たい暗黒星のようにあらゆるものが途絶えている。憩いの場となる今はこのロビーのすぐ真東だが、その前に自分の部屋で着替えなくては落ち着かないと青子は階段に足をかけた。壁に沿った階段は一旦2階のホールで終わっている。3階の屋根裏部屋まではホールの裏側に回らなければならない。といっても青子はこの2年間屋根裏部屋を利用したことはないが、不穏地底は大まかに東館と西館とに分かれている。青子に曲がりが許されているのは館の東部分だけだが、それも2部屋で事足りる。開けた途端、絵本の世界に閉じ込められるドアやら、過去5年間物置になっている屋根裏部屋など使うまでもない。東館の長廊下の奥が青子の部屋だ。青子は下宿の際、そう広くない部屋を選んだ。遠慮してのことではなく、単に掃除の手間を省いただけである。部屋には大きめのベッドと愛用のマホガニー製の机、洋服ダンスと上着が整列する収納ダンス、それに9段の本棚を2つほど。実家から運び込んだ荷物はそれだけ。青崎青子が16年培ってきた彼女の証明はいざとなればその程度に短縮できてしまったらしい。あとは隣の部屋にこれからの自分用の部屋を借りておしまい。そうだ、アリスにもらった見張りと壊れてないかチェックしないと。今朝方までの徹夜の成果を確かめる。壁一枚を隔てた書斎は先ほどの青崎青子の生活とは全く別の、まだ1年足らずの彼女の人生を示すものだ。それまでの彼女のためではなく、これからの彼女の証明になる。余人には立ち入れない一人の世界のはずなのだが。うわ、壊れてるどころか跡形もなく消え去ってる。やっぱ自己流アレンジはまだ早かったか。いいわよ、笑いなさいよコマドリ。平気の閉鎖でくつろいでいたコマドリが飛び去っていく。才能は人並み、努力は惜しまず、失敗は恐れずに。それは時に楽観的にさえ見える青子の自由奔放さだった。制服から普段着に着替えて1階に戻る。階段を降りて東側の扉を開けると、地下室のように暗い廊下が続いていた。この廊下は外に面した窓がないだけに、電灯がなければ真っ暗だ。スイッチを入れて明かりをつけ、青子はすぐ近くの扉を開けた。電気のない生活か。想像したくないな。今は彼女の趣向で現代ライクな作りに変更されている。
豪奢な模様の入った壁。威厳に満ちた大きなソファー。ペルシャ製の高級絨毯。城の一室めいた空間に空気を読まず不釣り合いな30インチのテレビジョンが鎮座している。テレビは裸の王様のように精一杯の虚勢を張ってソファーたちを従えていた。洋館の持ち主は嫌がったが、この取ってつけた感こそ庶民である青子には必要不可欠な憩いである。下宿を始めてすぐの頃、これで同居人と一戦争あったが、今ではお互い納得の文明危機になっている。なんだ、人のことは言えないか。うちも案外時代錯誤な家だった。なんとなく愉快な気持ちになって青子はお茶にすることにした。今と壁一つでつながっている台所でお湯を沸かし、ティーポットと鍋を用意して万全の準備で紅茶を入れる。ボスンとソファーに深々と沈み込む。紅茶を一口、それから二口。時計の針に耳を傾けながら、ああ、今日は午後からどうしようとぼんやり思って3口目。柔らかなソファーの感触にどこまでも沈み込んでいきたい衝動に駆られた頃。青子は目をパチパチと瞬いてクッションから体を起こした。夢でも妄想でもない。いつの間にか目の前に一人の少女が座っている。さして驚かず、青子はティーカップに指を当てた。入れたばかりの紅茶は完全に冷めきっている。寝てた。テーブルの向こうの少女に問いかける青子の声。ええ。少女は視線を上げず、関心なさげに答えた。声を上げなければ、あるいは美しい人形と見間違えるだろう。その少女はソファーに座り、古い本を読んでいる。細い手足と日の光を知らぬ白い肌。何やこれ。憂いがちな趣は人間らしい意志を感じさせない。青子より濃い混じり気のない黒髪。冷たい色をした瞳はしずしずとページへ視線を落としている。修道女を思わせる国威は彼女の通う女学院の制服だ。その暗さは少女によく似合っていたが、青子に言わせれば似合いすぎてよくないらしい。さながら一枚の風景画。初めからそういう形で生まれてきたとさえ思える現実感のなさ。うつむく彼女の首の白さは同性の青子でさえ見とれるほど美しい。この少女こそ幽霊屋敷に住む二人のうちの一人。不穏寺アリスという名前の青子と同い年の同居人。私、どれくらい寝てた？1時間と少し。ここで眠ると風邪ひくわよ。アリスは関心なく答えるが、いつものことなので青子は気にしない。柱時計を見ると、針は午後7時を回っていた。2時間ほど眠っていたことになる。思い返せば散々な一日だった。
徹夜明けで疲れた体が寝入ってしまったのも無理のない話だろう。起こしてくれてもよかったのに。せっかくの紅茶が冷めちゃったじゃない。私が来た時はもう冷めてたわ。でしょうね。言ってみただけよ。青子は冷め切った紅茶を一気に飲み干す。暖房の乏しい久遠寺邸では、その冷たさだけでも寝ほけた頭を目覚めさせるには十分だった。こうなるとフォートナム&メイソンも何もないわね。おかえりアリス。玉の贅沢もあんた抜きじゃ閉まらないってことかしら。今日は薬日か天中殺か。ちょっと早いけどお参りってのも十分ありかもね。毒を食らわば触まで的な玉砕精神でと肩をすくめる青子。それで何があったの？同居生活も2年近く続けばお互いの様子に気がつくらしい。青子は青子なりの、アリスはアリスなりの問いかけをする。顔も上げず問いかけてくる同居人に青子はきっぱりと現状を報告した。まず謝らなくちゃいけない。昨日徹夜で完成させた例のあれ、意味がなくなっちゃったのよ。ちょっと目を離した隙に沸騰しすぎて壊れちゃったみたい。そうならないよう循環のコードを 2,3 本外したり縫合したりしたんだけど。いやー参ったねと他人事のように青子は言った。どういうこと？今朝休養が入って学校に呼び出し受けたの。そこで転入生の世話を押し付けられて一日が無残にも消費されちゃって、帰ってきたら跡形もなく消えてました。怒る？アリス。別に。青子の器物破損にいちいち怒っていたら一生分の口論をすることになるでしょ。代用品はあるからまた一から始めればいいわ。それより怒ってるのはあなたの方じゃないの？かわいい。うん。今日はいつになく鋭い。こういう時、涼しい顔をして本当は怒っているのが青子なのだ。それはともかく。この転入生っていうのがひどくずれててね。すごい山奥で暮らしてたらしくて、こっちの常識が通じないんだから。三問以下って言葉があるけど、あれって本当のことなのね、アリス。名前を呼ばれてアリスは顔を上げた。もともとアリスからの同情なんて期待していない青子は、さらに口調を早めて愚痴をこぼす。初対面から尺に触るやつだったけど、教室を案内した時なんか失神しそうになったわ。そいつ、教室で教師と1対1で授業を受けるもんだと思ってたらしいの。それはそれでまだ流せる。許容範囲よ、あの程度の冗談は。で、私が簡潔かつ丁寧に教室の何たるかを教えた後で、そいつなんて言ったと思う？それで青崎、他の教室は何に使うんだ？ですって。教室に他も何もないでしょ？なんていうか、そいつは少しでも説明を怠るとそのままで納得しちゃうのよ。何も疑問に思わないというか、想像力が欠如してるっていうか、想像することに慣れてないっていうか。まあ一度言ったことはちゃんと分かってるっぽいからバカってわけじゃないんだけど。あなたが人を批評するのは珍しいわね。そういうダメな人気にするたちだったの？みじんたりとも気にしないわよ。けど明日からどんな間違いをしでかすのかちょっと心配なだけ。そう、心配なのは、その間違いの後始末が高い確率で自分に回ってくるからに違いない。多分、そうだと思う。そうでもなければ、今日一日を潰してくれた転校生を気に病む理由が見当たらない。とにかく変なやつなの。
案外アリスと気が合うかも。三門異界はいい言葉ね。けれど、その人物とは気が合う前に会うこともないでしょう。と視線だけで少女は語る。それに青子は、でしょうね、とだけ答えた。ところでアリス、さっきから何読んでるの？霊的進化論の二次創作。スピリチュアルダイアリのまがいもの。ああ、スウェーデンボリー。そんなの今更読んでも仕方ないんじゃない？新書なら退屈だけど、これは偽書だから。彼の欠点と長所を劇的に褒め上げている。よくできた冒険小説のようよ。立ちはだかる秘密組織の名前がカントとか気が利いているわ。筆跡はあなたのおじいさんのものだけど。へえ、あの人そういう趣味まであったんだ。割とユーモアがあったのね。惜しい人を亡くしたわ。もうこの世にいない祖父を懐かしむように青子。あなたのおじいさん、夏に便りをくれたけど。よしてよ、死んだものと考えたいのに。ふうとため息をついて青子はソファーに思いっきり寄りかかった。クッションにガタが来ているのか、背もたれと一緒に青子は床に寝そべる形になる。話は戻るけど、寝そべっている青子にアリスはパチリと視線を投げた。ソファーに埋もれた青子の体は棒がしたまま死体のように動かない。ソファーに寝そべった青子の心境は少し乾いていた。アリスは無言で自分を責めている。それを思うと今日一日の新鮮な出来事も次第にみずみずしさを失っていく。アリスの無言の責めを無視すれば話はここで終わってくれる。二人はこのまま席を立ち、今日のミスをうやむやにしたまま明日を迎えられるだろう。しかし、青崎青子はそういう真似ができない人間だ。いいわよ。何？青子は倒れ込んだままアリスに問う。今日できなかったのは少し痛いわね。だから反省してるって。学校優先は一人前になってからでしょ。ならいいけど。無機質なアリスの声に青子はギリと歯を噛んだ。彼女の言いたいことは分かっている。何より青子自身がよく分かっている。学校生活の外面と今の生き方との折り合い。現代に隠れ住むと言うけれど、その隠れ方が半端だとアリスは言っている。つまり彼女の沈黙が語るところは、覚悟を決めろって言いたいのよね、あんたは。今日の失敗はそれほど大きいものじゃない。この予感と学園生活を計りにかけて、たまたま学園に重きを置いてミスしただけの小さな事件だ。ただ、今の青子の半端さを象徴する分かりやすい心の甘さであっただけ。アリスは関係ない。これは、私が私で決めなくちゃいけないこと。基礎はたった1年と半年。けれど予感は物心がついた時からあった。選んだのならいつか必ずその日は来る。と。なら自分の両親も道徳もいい加減根負けしている頃だ。よし、と青子は勢いよく体を起こす。起きた先には無言で視線を向けるアリスのか細い美貌だけがあった。オッケー、アリス。来週中に決着をつけよう。それでいいんでしょ？ええ、青子がいいなら。それと似たような言葉をつい数時間前に聞いた気がして、ブンブンと頭を振る。
なんだって帰ってきてまであんな田舎者を思い出さなくちゃいけないのか。じゃあ下準備はよろしくね。私まだできないし。場所は例の公園でいい？妥当な線ね。あ、でももう一軒の方は？そっちの方が急務じゃない？時と場合、森に変化があれば教えるわ。そんな短いやりとりが終わると、アリスは膝に置いた本へと顔を落とした。両者にとって最も重要な話は終わった。あとは普段通りの、それとなく気が合う同居人に戻るだけである。さて、とばかりに青子はテレビのリモコンを取って電源を入れた。アリスが読書しているので、自分はブラウン管に映るバラエティに途中参加しようとし、突然アリスがそんな声を上げて消した。見れば片手で口を押さえている。何か話そうとしてそれが意味のない話だと気づくと、彼女はすぐに口を閉ざしてしまう。時々その時勢が間に合わなくて今のような仕草をすることが稀にある。確か前はなだったなと思い出しながら、青子は可憐な同居人に視線を向けた。何？テレビの音量を下げる青子。意志の強い目が猫のようにいたずらっぽい光を放っていた。どうということはないんだけど。ないんだけど？アリスは言おうか言うまいか迷っていて、恥ずかしそうにそっぽを向いている。こういった時の彼女の表情は温かみがあって、なんだか歯がゆいくらい好感が持てた。可愛いよね。アリスとかでもやっぱこういうなんか可愛いね、コミカルなさ、ちょっとギャグテイストがある側の顔をするからさ、ここら辺の表情もすごく、バリエーションに富んどるんだよね。多分今のアリスを見れば彼女の父親もその名前がぴったり似合っていたと思えるだろうに。今日帰ってくる時おかしなものを見て誰かに話そうと思っていたんだけど。青子はうんとうなずいて先を促す。つまらない、本当に意味のないことよ。けどどう考えてもそんなことをする理由がわからない。青子、人間ぐらいの大きな猫がひょこひょこ出前をする理由ってわかる？一瞬青子はまたアリスの冗談になっていない冗談の類だと思った。いや普通は違う。いや普通は思う。けれどアリスは真剣に悩んでいる。アリスのユーモアセンスに0点をつけたのは青子だが、これは0点にしては割とロマンがあるので、やっぱりアリスは見たままのことを話しているらしい。その話には2つぐらい信じがたい部分があるけど、1つずつ論破していい？いいの。私もからくりぐらいは思いつくから。ただ理由がわからないから聞いてるの。わざわざ精巧な猫のぬいぐるみを着て出前のてんやものを届けに行くことってそんなに簡単かしらね。難易度以前にそれをやる人間の常識性を疑うけどね、私は。青子の言葉にアリスも少しうなずく。まあ世の中いろいろあるから、私たちみたいなのもいれば、下界から遮断された山奥で暮らしていたやつまで10人十色よ。私だったら見かけたら声かけて理由を尋ねただろうけど。その言葉にアリスは少しだけ顔を背けた。暮れゆく住宅街にさまよう出前猫か。背景が夕焼けだったらファンタジーだったでしょうに。で、今日の夕飯どうする？せっかく話が出たし、私らもてんやものにしようか。出前好きな青子は危機として言う。この館において夕食は当番制でも何でもなく、好
気が向いた方が2人分用意するという実にアバウトな方式が採用されていた。下手をすると1週間夕飯なしが続くという展開もあるが、2人にとってはこれが一番居心地がいいのだ。調理の手間を惜しんでか、それとも単純に出前が好きなのか。今夜のような展開は珍しくもなく、結果、三崎町の食事処からこの洋館は要注意扱いされていた。決まって夜遅く、人気も絶えた夜の8時過ぎに、こんな坂の上まで来いというのだから、彼らの憂鬱も当然である。時間は8時前。ギリギリセーフね。私今月がいいな。あそこの月見そば最近ご無沙汰だったし。ポーカーのカードのように並べられた店々のお品書きを取り出し、まだ見ぬ夕食にご満悦の生徒会長。そんな幸せそうな青子を一目も見ずに、アリスはさらりと返答する。悪いけど、私夕飯済んでるの。その言葉で青子の体は凍りついた。出前物は最低2品。つまり共同者がいなければ運ばれないのだ。たった一品のそばで人を呼びつけるようなお姫様に世間は果てしなく冷たい。これやな。余談だが、実は坂の上対策として、来年から3品以上の注文のみ出前ありとする。なんて魔のルールが可決されつつあることを青子たちはまだ知らない。すごいな。確かにこの山の上まで来いっていうのはちょっときついな。この裏切り者だから帰ってくるのが遅かったのね。帰宅部、学校までバス徒歩込みで片道20分のあんたがなんで5時以降に帰ってくんのか考えるべきだったわ。しかし悲しいかな。その時青子は自分が眠ったことにも気づかないほど寝ほうけていたのだった。ひどい女。そういう時は残された一人のためにお土産買ってくるのが暗黙の了解だったのに。私だってこの前の外食の時はアリスの分も買ってきたじゃない。どこまで本気なのか不明なのだけれど、青子はそれなりに怒っている。何しろ朝は空腹で目が覚め、電話で呼び出されて以来、紅茶しか口にしていない。これでお腹が鳴らないのは奇跡に近かった。まあ、それはそれで自分が悪いとして、ついでに別件として、さっきいじめられた反撃とばかりに青子は一気にまくし立てて、この前ってあれのこと？すごい顔しとるやん。あなたが都心に出向いた時、夕食にお寿司を食べてきたのに、お土産はなぜかコンビニエンスストアのビニール袋だったって話？やぶへびだった。何よ、買ってこないよりはマシでしょ。真実は時に隠蔽すべきね。アリスの視線は冷たい。すごい険悪なムードすぎる。確かにあの時黙々とコンビニ弁当を食べるアリスの横で回るお寿司の話をしたのは失敗だった。せやな、1980年代か。80年代後半くらいのやつだから、回るお寿司っていうのは、やっぱりあれなんだろうな。物珍しいことなんだろうさ。なんか俺、なんか前のパートで1990年代って言っとったよな、確か。ごめんね。なんか、間違いでした。だが、新しいもの好きの青子にとって、近頃オープンしだした回転寿司屋という脅威について考察する欲求は抑えられなかったのだ。正直なのも場合によっては罪になる。わかった。わかりました。じゃあ今回のは前のと帳消しってことでいいわね。
これといった否定の意を示さず、本に視線を戻すアリス。肯定の意も示さなかったのが少し怖い。仕方ない。今日は薬日だし、おとなしく台所に立って料理の腕を磨くとしましょう。誰に言うでもなく立ち上がる青子。聞き忘れてた。アリス、どこで夕食済ませたの？ピタリと本のページをめくる音が止まる。ここまで青子の相手をしながら読書していたけど、それももう限界と本は閉じられた。アリスは本を片手に立ち上がると、スタスタと居間を横断。扉に着いたところで青子へと振り向いた。聞きたい。まあ、なんとなく。迫力に押され遠慮がちにうなずく青子。アリスは何でもないことのように、その猫が余ったメニューをくれたのよ。簡潔に答えて今から立ち去っていった。